突然ですがクローラーチャレンジ。スタート地点はここ。ランクルがいる場所がゴール。こんな感じのルートで挑戦。ゴー。砂地に輪立ちが残るのいいぜ。リアルさ重視で再生速度は 0.5 倍速にしてみた。動きが見やすくなる利点もある。砂地を抜けると少し勾配がきつい岩場。4区なのでこの程度は問題なく登れる。ただし足場が悪いので自分の足元が危うい。体勢を整えてラストスパート。再生速度を落としているので、タイヤの音がエンジン音みたい。ゴール。今しがた走らせたこのマシンは、前回開発した GP ワイルドの量産型。試作機から量産機へのアップデートで、案の定改善沼に片足を突っ込みつつ、なんとか 3D データ完成。基本的な機能は試作機と同じなので詳細は省略。3D プリンターで召喚して、出力品を並べるとこんな感じで、部品点数は結構多い。今回は組み立て解説用に白をメインにしたけど、販売の際には別の色を使うかも。出力品以外にワイルドミニ4駆のキットを2個使う。ワイルドミニ4駆なら車種は何でも OK。その他に適当な配線やビスなどが必要。ビスの長さは3種類で、パーツで買うとこの3つで揃う。そして最後に GP ユニット。これで必要な部品が全て揃った。ちなみに2台目のキットから使用するパーツは少ないので、バラで買って安く揃えるという選択肢もある。ただしカスタマーサービスで注文する必要があるし、ボディやタイヤが追加で手に入ることを考えると、キットを2個買う方が良いかも。まずはサポート材の処理。いわゆるペリペリから、ペンチなどを使って、こんな感じで剥がしていく。細かいかけらが飛んだりするので、保護メガネや手袋をつけよう。慣れてくると手でパカッと取れるけど、手で取る際には怪我に注意。こちらのパーツもサポートを剥がして、2ミリのドリルで穴を貫通しておく。一層の薄皮で塞がっている穴なので簡単に貫通できる。次はこれ。同じくサポートを外し、丸い部分はニッパーでカット。適宜ヤスリで処理しておこう。ギアカバーは、2箇所穴を開ける必要がある。穴のサイズは先ほどと同じく2ミリ。もう一つの穴も同じように貫通。そしたらサポート材を外す。先に穴を開けることで穴の縁が荒れにくくなる。もう一つのギアカバーも同様。サポート材が残ってしまった時は、カッターなどで丁寧に取り除く。モーターホルダーはサポート材を外すだけで OK。これで出力品の下処理は完了。と、ここで突然ですが選手交代。これはプルサ XL で召喚した2色プリントバージョン。ロゴや電池の表記を黒で出力してある。なんでここで選手交代するのかというと、2色版で量産するつもりで組み立てシーンを取ったけど、プルサ XL は試作や検証で使いたいので、量産は別のプリンターを使うことにした。という地味な事情があるのです。とはいえせっかく何個か出力したので、2色版は半完成品などに使用するかも。次は配線。まずは2ミリ幅の銅板を10ミリくらいにカット。それぞれ真ん中で曲げて、予備ハンダをしておく。リード線にも予備ハンダをしておこう。そしたら銅板にリード線をハンダ付け。予備ハンダをしておくと楽ですね。熱収縮チューブは適当な長さにカットし、接続部分を保護しておく。仕上がりはこんな感じ。これと同じ手順で4本作る。小さく切った両面テープを銅板に貼ったら、ピンソケットにも予備ハンダをして、リード線をハンダ付けするのだけど、ここで先に熱収縮チューブを入れるのを忘れてはいけない。ピンソケットのハンダ付けが終われば、配線のクライマックスは超えたと言っても良い。続いてモーターホルダーを付ける工程。両面テープの台紙を剥がしたら、隙間から入れてスライドさせる。裏からしっかり押さえつつ、リード線は寝かせておくと良い。仕上がりはこんな感じ。もう一つも同じように取り付ける。この向きで置いた際に線がクロスしているのが正解。次はスイッチの組み立て。先にワイルドミニ4駆のスイッチを分解する。とその前に、金具が開き気味な場合があるので、押し付けて程よい曲がり具合にしておく。
サイドの爪を両側とも外して、オープン。中の金具を取り出す。そしたらその金具をこんな感じで差し込む。もう片方も差し込む。スイッチレバーはここに装着し、カバーを乗せて、トラスビスで固定すれば、スイッチの完成。次は電池ボックス。こちらも組み立ての前に金具を確認。もしこんな感じで歪んでいたら、ペンチなどで90度に整えておく。そしてここもしっかり予備ハンダをしておこう。まずは小さい方の金具から、向きに注意してこのパーツに差し込む。次に大きい方の金具。こちらは先端を引っ掛けて取り付ける。そしたら2つのパーツを合わせて、2本のトラスビスで固定。最後に金具を曲げれば、電池ボックスの完成。試しに電池を入れてみよう。良い感じ。スイッチも気持ちよく動きますね。電池を取り出す際はこの爪を解除して、こんな感じでリリース。もし電池が引っかかって出しにくい時は、などをこの穴に差し込んで、強制イジェクトすることも可能。次はいよいよ駆動系。まずはグレーのギアを配置。シャフトを穴に差し込んで、オレンジのギアを配置する。カバーを乗せたら、トラスビス4本で固定。ギアがスムーズに回るかチェック。動きが渋い時は、ギアカバー裏の穴を 2mm のドリルで調整しよう。こんな感じでスムーズに回れば OK。もう一つの駆動も同じように組み立てる。次はこの3つを合体。15mm のビスを穴に通す。穴の位置に注意。電池ボックス側も穴の位置に注意しつつ、ビスを締めていく。足回りが動くようにしたいので、この状態で稼働するところまでビスを緩める。反対側も同じように、一旦ビスを締めてから動くところまで緩める。ただしこのままでは作業がしにくいので、一時的に固定アタッチメントを装備しておこう。ここはトラスビス4本で固定する。続いてホイールの取り付け。スペーサーに 25mm のビスを通して、ホイールの穴に差し込み、ビスを締めていく。ここも先ほどと同じ方式で、一旦締め込んでから、スムーズに動くところまで緩める。こんな感じで空転すれば OK。リアも同じように取り付ける。空転チェック。逆サイドも同じように取り付けて、空転チェック。次は配線の取り付け。電池ボックスのフロントにピンソケットをはめて、トラスビス2本で固定する。モーターの取り付けは、モーターホルダーを装着し、位置に注意してこの穴に差し込む。ちなみに上側の取り付け位置は、ギア比を変更する場合に使うので後ほど解説する。そしたらトラスビス2本で固定。リード線はタイヤに当たらないように、ギアカバーのフックに引っ掛けておこう。逆サイドも同じように取り付けて、リード線を整えておく。ここで電池に接続する線を手前に出しておくと、次の工程がスムーズになる。電池ボックスのフロント側の金具にマイナスのリード線を、リア側の金具にプラスのリード線をハンダ付け。金具を整えれば配線は終了。いよいよ最後の工程、タイヤの取り付け。まずはスペーサーを入れて、向きに気をつけてタイヤをはめる。ちょっときついけど、タイヤを引っ張りながらかぶせていく感じ。回しながら地道に取り付けよう。スペーサーがずれていたら整える。こんな感じで綺麗に回ればよし。リアタイヤも同じように装着。これに逆サイドのタイヤをつければ、量産型 GP ワイルド、完成だ。ミニ四駆よりは難しいけど、ハンダ付けさえできれば問題なく組めるはず。ダミープラグで動作確認。ソケットにダミープラグを挿入。爪を外すと、電池ボックスがフリーになる。電池を入れて、スイッチを取り付け、上から押し込むと電池ボックスが固定される。スイッチオン。
よし、動いた。ゴー。あ。ダミープラグを外して、今度は GP ユニットを装着。スイッチオン。ペアリングポチッとな。ペアリング完了。スロットル割り当て、ステアリング割り当て。ゴー。よし、ちゃんと操縦できている。そして忘れちゃいけないこれ。固定アタッチメントを外して、ビスを装着。この時少し頭が浮いた状態にするのがミソ。スイッチ部分にもビスを装着。そして可動アタッチメントを、ビスに引っ掛けるようにつければ、足回りが動くようになる。ビスの位置や引っ掛ける穴を変えることで、可動域が調整できるぞ。先ほどさらっと流してしまったのだけど、GP ユニットのプログラムを改良したのでご紹介。スイッチオン。スイッチを入れるとレインボーカラーでペアリングを待機。ペアリングが完了すると白く点滅する。この状態で倒したスティックがスロットルに割り当てられ、次に左に倒したスティックが、ステアリングに割り当てられるようにした。というわけでこの割り当てだと、マリオカートなどに慣れている人向けの操作感になる。今度は左のスティックがスロットルで、右のスティックをステアリングにしてみる。この割り当てだと、スティックプロポの RC カー的な操作感になる。以前から、左右逆にしたいとコメントをいただいていたので、これで対応できるようになった。ちなみに片方のスティックに両方割り当てることも可能。スイッチのジョイコンを使いたい場合や、撮影のために片手で操縦したい場合などに有効かも。それともう一つ、簡易的なトリム調整機能を追加してみた。コントローラーの L ボタンを何回か押すと、押した分だけ左に曲がるようになる。同じように R ボタンを何回か押すと、右に曲がるようになる。リセットする際は L2 と R2 を同時押し。まずはローギアか。通常のギア比は約 75.4 対1だけど、ピニオンギアを 8T に交換することで約 94.3 対1になる。この時モーター取り付けの高さが変わるので注意。色的にわかりやすいので、試作初号機をローギアードに改造しておこう。次はハイギアか。こちらはちょっと難易度が高い改造。グレーのギアの代わりに黒いカウンターギアを入れることで、ギア比が約 18.9 対1の高速仕様になる。黒いカウンターギアは赤いカウンターギアでも代用可能。ただしどちらのギアを使ったとしてもカバーと干渉するので、何らかの方法でギアの足を切断する必要がある。せっかくなので620ベアリングを入れてみる。これは黒い出力品のマシンに組み込もう。この時ギアカバーの穴を貫通するのを忘れなく。その他にも、ホイールの軸を 25mm のキャップスクリューにしたり、足回りの可動軸を2段プラローラーのビスにしてみた。擦れる部分にネジが切っていないので、プラ部品が削れにくくなるはず。というわけでハイギアのブラックシャーシ完成。通常の量産型の走りは冒頭で紹介したので、ローギア版の走りを見てみよう。モキチ市のジオラまでの走行。トルクが上がっているので急な上り坂でも余裕がある。それとスピードが出すぎないので、下り坂や低速域での操作が格段にやりやすい。つまりローギア化は難しい地形を走破する、いわゆるクローラー的な遊び方にぴったりの改造。次はハイギア版をフラットダートで走らせてみる。ボディはマンモスダンプ。ボディキャッチは元のキットに付属のものを加工してみた。ゴー。おっと。早速ワンスティックでの操縦を試してみたけど、やはり癖が強いな。撮影用に庭から市が開発したコントローラーが欲しい。走りの方はローギア版とは真逆で、最高速が伸びている。とりあえずバランス重視のプリセットで走らせているけど、最高速重視のプリセットにしたらもうちょい速くなるはず。ただしトルクはかなり弱いので、大きな起伏がある地形は苦手。そういえばボディの互換性をチェックしていなかったので、これらのキットで試してみる。なお、動画投稿時点で販売している車種は全て集めた。動画が長くなるのでテンポよく行ってみよう。
というわけで全部 OK だった。ちなみにワイルドボディアタッチメントもつくけど、ここがちょっと当たる。リア側のリード線フックは使わないので、カットしてしまっても良いかも。アタッチメントを使って、通常のミニ四駆ボディを乗せるのも良いですね。そんなこんなで GP ワイルドは、まだ生まれたばかりのホビーなので、これから色々な改造や遊び方が開拓されることを願う。